懐かしいカレーマカロニサラダというメニューです。思い出とともにお伝えしたいと思います。28から31ぐらいまでの間ですかね。一般友達と飲み歩いてまして、カラオケパブっていうんですかね、必ずおつまみで用意してくれるメニューなんですね。これはね、深夜に食うとうまいわけですよ。なんとも言えないこのベタっとした感じ、濃すぎず、でもツナが衣になってマカロニにしっかり味を感じる。皆さんこんにちは。今日のごちそうさまチャンネルはカレーマカロニサラダというメニューです。普通のマカロニサラダ皆さんご存知だと思うんですけど、カレー粉が入るだけなんですけど、やっぱりマヨネーズの分量とかですね、ツナの量とか、あとそれに対するマカロニの量とかをこだわっていくと、ちょっとこってりした感じのちょっとリッチなマカロニサラダができるんですね。それを今日は思い出とともにお伝えしたいと思います。では材料紹介です。サラダマカロニ、茹で時間が早いやつが売ってますんでね、それで十分だと思います。ツナ缶、玉ねぎ、調味料がマヨネーズ、カレー粉、塩、コショウ。非常に簡単ですよね。でもいろいろポイントありますからね、丁寧にお伝えしていきたいと思います。まずマカロニ茹でます。じゃあこのね、マカロニの分量も大事ですからね。だいたいマカロニサラダ作る時にマカロニ茹ですぎて足しマヨネーズするじゃないですか。とね、味がねやっぱり決まらない、ボケやすい、ギトギトが美味しい。この間に玉ねぎ切っておきますかね。玉ねぎはみじん切りしておきます。結構細かめに切って、でこのままちょっと辛み強いのでさっと水にさらしますね。これで茹で上がりを待ちます。このメニューはですね、28から31ぐらいまでの間ですかね。一般友達と飲み歩いてまして、で必ず夜12時に麻布十番集合という毎日です。土日以外12時ですか。はい。で集合して、そこのカラオケパブっていうんですかね、はい、ちょっと恰幅のいいおじさまが経営する、はい、お店があって、そのおじさまがですね、必ずおつまみで用意してくれるメニューなんですね。これはね、深夜に食うとうまいわけですよ。でこれでお腹いっぱいにならないと、今度は塩おにぎりをこうやってやりながらこうやって握ってくれるんですけど、はい、それが何とも言えない思い出ですね。今元気かな、全然言ってないな。はい、では茹で時間になったので火を止めてざるを上げます。で今熱々じゃないですか。でこの熱々の状態のままマヨネーズ混ぜると、当然マヨネーズまた分離し始めるので、一回冷まします。このまま。じゃあマカロニ冷めたらボウルに移し替えていきます。あんまり時間置きすぎない方がいいですけどね。で玉ねぎも水さらしてるのを外していきます。ちょっと絞る感じでいいな。で玉ねぎも足していきます。あとはここに各種具材を足していきます。ツナ、マヨでざっと一回混ぜ、カレー粉ね先に入れちゃうとそこだけダマになりやすいので、一回マヨネーズを全体に合わせて、そこにカレー粉を付着させるような感じで混ぜていってですね。でここでお塩、胡椒でカレー粉。懐かしい。わかります？この絡み方。もうツナ衣って感じなんですね。でこのぐらいの状態で仕上げるとしっとりと美味しく、おつまみっぽく食べれます。では盛り付けていきます。こんな感じかな。はい、完成です。懐かしいな。マカロニもこれだった気がするな。なんとも言えないこのベタっとした感じ、濃すぎず、でもツナが衣になって
マカロニにしっかり味を感じるこの感じですね。懐かしい。やっぱいい思い出には蓋をしてそのまま大事に取っといた方がいいですね。これ蓋開けちゃったんじゃないですか。いや開けてない。蓋からもともと漏れてた、これは。今日漏れてたものを表現しました。この後また封印するんです。いやだから漏れてたからもうそのままでいいっていう話ですよね。封印しとく理由って何なんですか。楽しかったなっていう思い出とやっぱりいろいろあったなって思い出もあるじゃないですか、ね、楽しかったなって思い出だけでいいんですよ。やっぱ未来をね思い描かないと。ごちそうさまでした。